皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。宗介先生とふんわり魔法の授業室へようこそいらっしゃいました。このチャンネルでは皆さんからいただいた質問やご相談、お悩みなどを先生という立場で普段活動しています私がお答えしていくというような形式のチャンネルとなっております。皆さんとやり取りをしながらお話を積み重ねていけたらなと思っているんですけれども、まずね皆さんは気合を入れようという時どうしますか？なんかこう拍手をしてみたり深呼吸をしてみたりとか、ちょっと自分に喝を入れるような何か言葉をねかけたりとか、いろいろあると思うんですけれども、レッドブルとかモンスターとかそういう飲み物、コーヒーとかもね意味合いは同じかもしれませんけど、そういうものを摂取したりとかしますか？結構ね、以前はいわゆるカフェインを取ろうとしたらコーヒーとかね、お茶も入ってますけども、そういうものしかなかったのだけれども、ある時からねレッドブルですとか、さっき、モンスターですとかカフェイン含有の清涼飲料水みたいなものがね、あとコーラとかそういうものも入ってますもんね。そういうものがねだんだん広まってきて、今やねレッドブルもいろんな味あるんでしたっけ？モンスターは確かいろんな味があって、どれがお好みっていう方もねいらっしゃると思うんですけれども、レッドブル、モンスター、皆さん飲んでみてやっぱり気合入りますか？僕もね前もらったことがあって飲んだりしてみたんですけども、味が結構科学的で美味しいんですよね。ああいう味もなかなか好きで、一方でそんなに体に良くないのかなみたいな感覚にもさせてくれるっていうね、ちょっとジャンクフードに近い要素も持ってたりするような感じで、それもまた楽しいところなんだと思うんですよね。でこの間一緒にねお勉強させてもらっているお子様が、もう自分は小さい頃からレッドブル飲んでると、結構買いだめしてあるんだ自宅にっていう話してくれてまして、なかなかね驚きの発言なように僕は感じたんですけれども、そうやってねなんか小さい頃から飲んでいくとまたレッドブル用の体になってるのかなっていうような感じもして、しばらくね間を空けて飲まないようにしている時期もあったっていうようなことだったんですけども、そういう方とか見てると結構レッドブルで勉強もこう一緒にやらせてもらってて集中力アップするなっていう、さっきまでよりもなんかよく喋るようになるなっていう感じがしたりとかしてて、こういうアイテムもねその科学的すぎるとか、結局薬品が添加されてるんじゃないか、カフェインとかねいろいろ添加物がすごいんじゃないかっていうのもありますけれども、使いどころはねそれぞれの皆さんに応じていろいろやり方があるのかななんて思いましたね。レッドブルーがお好きな方っていうのはイメージがね最初湧くのはこう、筋トレする時とかにね摂取する人もいるようですし、どちらかといえばねオラオラまでいかなくてももともとちょっとパワフルな方が飲むのかなっていう印象もありますけどね。でも実際こう一緒に触れているお子様方を見ているとね、すごい穏やかそうなというか、活発とは言えないような方もね好んで飲んでたりすることもありますし、いろんな使い方がみんなしてるんだなっていうのを感じますね。でですね、前置きはこの辺りにして、本日ね皆さんからいただいた質問なんですけれども、今までの3回分と異なってちょっと具体的な場面があったそうなんですよね。目の前でちょっと転んだんだったかな、前を歩いている人が転んだんだけれども、自分で
立ち上がれないわけではなさそうだったし、手を差し伸べてまで自分が立ち止まこの相談者の方が立ち止まって手を差し伸べてまで、立たせてあげるようなことはないかなと思って通り過ぎたと。で後からちょっとね横目でというか後ろ目で見てみると、思ったよりは予想していたよりは立ち上がるのにその転んだ方がね困難しているらしいと、難儀しているらしい。でそのまま信号待ちをちょうどしていたんで見守っていると、最終的には立てて何事もなかったかのようにその方もね歩いていったっていうことなんですけれども、この一部始終を体験して、この相談者の方はそうやってね目の前で助けを求めてはいないけれども、自分がちょうどヘルプの船を出せる場面に出くわしたのにそれをしなかったことが心苦しいと、そういう思いになりましたと。でもしかしたら転んだ方もその転んだ方にとってこの相談者の人が横をスーッと通り過ぎていったってことになりますから、助けてくれればいいのにともしかしたら思ったかもしれない。そこもかわいそうというか申し訳ないような気にもなったっていうようなことをねお話をお聞きしたんですけれどもね、このことに関しては皆さんね何と言ったらいいんでしょうか、どうしたらよかっただろうと思いますかね。どうすべきだったでしょうかね。もちろんこれね必ず正解一つがあるってわけではないんですけれども、この相談者の方にまず端的にお答え僕がさせていただくとすれば、みんなね自分のことで手一杯だからそこまで気に病むことはないんじゃないだろうかっていうことですかね。もちろんね中にはね、なんだよ自分が転んでるんだから助けてくれたっていいじゃないか、そんな無視して横をパタパタと歩いていくんじゃないよって思うね人もいるかもしれないんですけれども、皆さんもね自分が転んだり何かそういうちょっと災難に見舞われた時のことを思い返していただくと、自分なりにその災難、今回はね転んだっていうことですけど、それに対してどう対処しようかっていうのをすごい、意識せずとも全力で取り組んでいたと思うんですよね。なのでその場面はむしろ他の人のことが目に入らなくなるとまでは言わなくても、他の方がどこかにいたとしても近くにいたとしてもそこまで気にはかけていない。むしろ、さっきの例で言えば自分が立ち上がること、そういうことをじゃあいかに立ち上がろうかっていうことに注力していたと思うんですよね。皆さんもそういう場面に自分がそういう見舞われた場合には、ですのでさっきも言ったように中にはおい助けてくれよ無視するなよって思う方もいるかもしれませんけど、それよりはまず単純に自分の目の前のことに対処しようとしていると見てほぼ間違いないだろうから、今回の相談者さんみたいな方があまり自分が助けてあげられなかったことを気に病む必要はないと思いますね。で今日に関してはなかなかこの話が少し広がりがあるなと思って今回ねご紹介させていただくんですけど、これって何か災難に見舞われた時だけの話じゃないんだろうなっていうことなんですよね。私たちの場合は私たちは何をしている場合でも実際は自分のことで手一杯なんですよと。普通にね学校に行って会社に行って、どこかに出かけて誰かと挨拶するとか誰かと関わるっていう場合でもよくその皆さんもね
また今後そういう機会がきっとあるでしょうから、自分でこう調べてみてほしいんですけど、まあやっぱり自分がこうしようかなああしようかなって思った事柄をメインに据えて振る舞ってますよね。お買い物の例を例えば出せば、スーパーに出かけた時に買い物メモを持っていく方もいるでしょうし、頭の中にメモしておいてね、スーパーとかそういう場所で思い出しながら商品を選ぶっていう方もねいると思うんですけど、その時に今ね大根を買ったら店員さんどう思うかなとかね、ここのお店のご主人は今日トマト買ってほしいと思ってるかなとかね、ミルクを牛乳を買ってほしいと思ってるかなとか、そういう話はあまり思い浮かべませんよね。そんなよりかは自分が今夜食べたいものとか、お子様とかご家族とかがこの間何々を食べたいって言ってたな、カレーを食べたいって言ってたな、なのでじゃあ玉ねぎをまず買って、人参買って、お肉はこれにしてっていう感じになってますよね。これってご家族とかがどう思ってるか、この間何て言ってたかなっていうのはもちろんご家族のお気持ちではありますけど、そのお買い物するっていう場面においては私たち自身、あるいはあなたがそのお買い物をどうしようかなっていう時の材料として使っているものですから、お買い物作業に関してあなたがじゃがいもを手に取るのは、お店の人がじゃがいも買ってほしいと思っているだろうなっていうわけではなくて、あなたがじゃがいも買おうと思っているからじゃがいも買うんですよね。そういう意味で私たちがじゃがいもを買うときにお隣さんがトマトを買っていてもあんまり関係ないと、関係ないからどうでもいいという意味ではなくて、本当にそれぞれカレーのことを考えていたり、トマトを買った人はハヤシライスのことを考えてるかもしれませんけど、自分の範疇のことを自分なりに対処しようとか、組み立てようとか生み出そうとか、そうやって生活しているんだなっていうことなんですよね。でその辺が多少ねイメージついてくると、これまたねこのチャンネルでの一つのキーワードになりそうなんですけど、生きやすさが、暮らしやすさが生まれてくると思うんですよね。っていうのはやはり私たちのちょっとなんか辛いなとか、もうお子様たちに関して言えばね、勉強が嫌だなとか、学校に行くのが嫌だなとか、何でもね他の事柄もなんか今日の部活嫌だなとかね、今度点数取れないと嫌だなとか、試合で勝てなきゃ嫌だなとかね、そういう事柄っていうのは自分以外のものがどう反応するか、自分以外のものが何を思うか何を言うかっていうところにちょっと重点を置いてしまっているからだと思うんですよね。そうではなくて、実はやっぱり具体例の方がいいですかね。このチャンネルではねなんとなく野球の例が多く出てくるんですけど、自分が野球の例えば部活の部員だったとして、練習をしていると、でなんか自分がうまくねボールをキャッチできないといつも監督が叱る、コーチが叱ると、なんでお前そんなボールも取れないんだって言って叱ってくる。それが嫌だなって思う。でもちろんここの嫌だなって思い方には本当にそういう自分が情けないぞっていう方向もあるかもしれませんけども、コーチがそういうことを言うのが嫌だとかね、いろいろその先生がこんなこと言うのが嫌だとか、
あの人がこういう振る舞いするのが嫌だとか、そういうところとつながっている部分を取り出しているんですけども、こういうのってまるでね、その他の人がこの自分に向けて何かしているかのように見えますけど、実はその他の人はその他の人なりにあなたのことを見て、私たちのことを見て判断しているっていうだけなんですよね。だからそういう意味ではその人たちも手一杯なんですよね。その人たちの中で例えば僕が野球のゴロを取れなくてすっ転んでしまったんだけれども、そうするとその人たち、コーチの目線の中ではこの先生ではありませんか、その時は何でしょうね、宗介がね転んだんでドジなやつだなと思って、そんなんじゃ県大会行けないぞとか、そんなレベルじゃ全然ね甲子園なんて狙えるはずないぞみたいな、そういうことを言うとして、そうするとその先生の中ではなんかとある甲子園に到達できるレベルの野球の技術みたいのがあって、でそれに照らして僕の動きを見て全然劣っていると、及んでいないと評価して、こんなんじゃダメだっていうふうにわざわざ考えてくれて、でその後だからもっと頑張れみたいな趣旨とか、もしかしたら本当にねバカにする趣旨の人もいるかもしれませんけど、お前全然ダメじゃないかと、そんなんじゃ甲子園行けないぞという、そういう意味で私たちにいろいろなんか言ってくるとか、そういう方々の内部ではとてもその人なりの事柄が起きているんですよね。その意味でものすごくその人もその人自身で手一杯、こっちもねボールをキャッチしに行くのに手一杯なんですけど、それを見ているあちらもそのボールをキャッチしに行く様子を見る、それに対して自分がどう評価するかみたいなのをいろいろ脳みそ心の中でやってる、それに手一杯という、だからみんな手一杯なんですよってことなんですよね。で手一杯っていうのはそれで焦っちゃって苦しんでるっていう意味合いの場合もあるでしょうし、そうではなくてもうその事柄で、その事柄に自分を全力投球しているから、別に他の事柄に対して何か評価を下したり文句を言ったりしているわけではないっていうことも大いにあるんですよね。これが分かってくると、分かってくるって言いますかね、分かる分からないっていう事柄ではないのかもしれませんけれども、自分自身のこともよくちょっと見つめてみて、振り返ってみると人間ね、みんなこの自分自身を取り扱うことに尽きるんだなっていう感じがねしてくるんじゃないかなと思うんですよね。で誰もがそうやってるってなってくると、ちょっと変な安心感みたいなのありませんかね。安心までいかないかもしれないんですけど、このチャンネルではね、またポイントの一つになってくるとは思うんですけど、みんな同じ仲間以上でも以下でもないんだなっていう感じしてきませんかね。そうすると不思議なことに、自分がもちろん上から目線になるわけでもないし、誰かをね見上げたり見下したりしてるわけでもないのに、なんかちょっと優しい気持ちにねなれるような気がしませんか。というところまでね広がりがあるお話だなと思ったので、ちょっと今日のねご質問の内容というかご相談の内容を取り上げさせていただいたんですけども、まとめると私たち自身も含めてね、誰もが自分のことで手一杯なんだと。でそれを分かってくると、その自分が何か気に病むこと、その気に病むってことももちろん自分で手一杯ってことの一つだし、その何か事柄に見舞われている自分以外の人もやはりその人自身の中で手一杯
なのだから、お互いどちらがいいも悪いもないんだなと。だから協力できる時にすればいいんだなっていう感覚がね出てくるんじゃないかなと思うんですよ。そんなことを今日のねご質問に対してはお伝えしたいかなと思いますね。そういう意味ではね、レッドブルでね自分に気合を入れることでより自分に集中していくっていう形もいいかもしれませんし、あるいはね他の皆さんのね様子を見ながら、すごいいろんな人のことを考えて活動していると見える方々も、それはねあくまでやっぱりその人自身がそうしようと、少なくともどこか深いところでも思っているってことなんで、やはりその人自身の世界観で頑張ってらっしゃるっていうことなんだなっていう理解がねだんだん深まってくると言いますか。そうするとまた何度も多分繰り返すことになると思うんですけど、学校でも職場でも比べたりするっていうことが全然あまりねもともと意味を持たないことなんだなっていうのが分かってくるんじゃないかなって気がします。はい。ということでね、今日のご相談くださった方はねかなり心根のねお優しい方なんだなと思いますので、あまり無理せずにね自分なりのペースで過ごしていただければなというのが、ちょっとご相談内容離れたとしてもそういうふうに僕はコメントしたい、言葉をおかけしたいところですね。というわけでですね、今回もご相談に対してはこの辺りで終わりにさせていただいて、また終わりのタイミングでいつも言っているんですけれども、RPG テレビゲームが大好きですので、このチャンネルでもね配信していこうと思っているんですが、なかなかいつのタイミングになるのかは予定が立っていません。このゲームソフトをやろうっていうのは一応念頭に置いてはいるんですけども、ちょっとね時間がなかなか取りにくくて、あとは収録のね形がどういうのが面白いのかなっていうのもなかなか確立できていないので、まだお待ちいただくことになるかなと思います。もしお待ちになってくださっている方がいらっしゃれば。さて、では今日もね最後までお聞きくださってありがとうございました。またゆったりとお元気でお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。さようなら。